テレビアニメ「ホリミアピース」ウェブラジオ生徒会長が物申すジェネギャラジオ。皆さんこんばんは。テレビアニメ「ホリミアピース」戦国かける役岡本信彦です。この番組は現在放送中のテレビアニメ「ホリミアピース」の魅力や、最新情報はもちろんのこと、我々キャスト陣が学生時代を懐かしんだり、はたまた最新のティーンな情報に驚いたりしつつお届けしていくジェネレーションを感じていきたいラジオ番組でございます。今回からなんですけど、いや僕もびっくりしました。ツイッターにね現れて戦国がメインパーソナリティ、ね、皆さん思ってるよね。お前って絶対思ってるよね。俺も思った。俺なんで2人じゃないんだよ思ったよね。いやヘイト来るじゃんまたって思って、私はねとまっちゃんの、私はウッチーのトークが聞きたいのにって思ったでしょ。俺も思った大丈夫、安心して。俺も思ってる。だからね今日はねこの後ねいるから安心して。1回だけかもしれないって。いやわかんない、それみんなが応援してくれたら来てくれるかもしれない。とりあえず行こうよ。それでは始めていきましょう。テレビアニメ「ホリミアピース」ウェブラジオ生徒会長が物申すジェネギャラジオ。皆さん今日からよろしくお願いします。テレビアニメ「ホリミアピース」ウェブラジオ生徒会長が物申すジェネギャラジオ。改めまして岡本信彦です。では今回来てくれたゲストさんをお呼びしましょう。2人とも入りたまえ。失礼しますでは自己紹介を。皆さんこんにちは。堀京子役の音松遥です。イエーイ、こんにちは。お願いします。そして宮村泉役内山幸輝です。お願いします。お願いします。お願いします。2人でラジオはやってないんだっけ？やってない。いややったことない。一期の頃ラジオとかだってそういうのやってなかったよね。やってなかったと思う。コメンタリーとかもやってなかったもん。スタッフさんそうなぜ今回はちょっとちょっと新規一転ピピースになってからね。ピースでピースになってきてる。そうピースになってきてる。ピースになってきてる。確かにピースね、それぞれのところを切り取ってるからいろんな人のね毎回毎回ね、新しく見ても楽しめるっていうところがあって、そうだね。宣伝周りもなんか強固にしていこうみたいなところなのかな。じゃあ確かに。じゃあお互いの最初の初めましてのアフレコの思い出とかあんまり語る場ってなかったってこと？でも取材はあったか。取材はあったよね。あったけど。そう2人で取材で話すっていうのは結構ありましたよ。ラジオとコメンタリーがないぐらいで。そう珍しい。コメンタリーとか珍しいよね。そのアニメ珍しい。いやそうだからこんなにね話すのはでも初めてかも。イベントの配信ぐらいってことかな。じゃあなんかそうだね、配信周りは何回かやった気がして。そうだね、無観客だったからその代わり生配信でね、いろいろって言ってるけど覚えてる。記憶にないの？僕はロサンゼルスに宣伝に行ってきましたからね。帰ってきたばっかりなんだ今日ね。ちょっと時差ボケも背負いつつ、なるほど。お疲れ様。溶けたチョコレートをね。それは言わないで。どんな感じだったの？違う。もう開けたらさ、もうさ、ちょっと全部ペースト状みたいになってて、中のピーナッツバターがさ、違う。日本の夏が暑すぎる。マジロスより？ロスは LA の風は気持ちよかった。本当？ねえ。全然こっち見てたけど。そうなの？チョコレート溶けてたな。こんなになると思わなかった。味は美味しかったよ。よかったです。パンに塗りたくりたかったね。でもアメリカのお客さんもホリミアすごい大熱狂で迎えてくれて、すごい嬉しかったですよ。あっちが言うのはホリミアみたいな感じのちょっと片言やなんていうの？どういうリアクション？どういう感性だったか忘れちゃったけど、でもなんかこう日本のさ高校生のラブコメっていうのがアメリカのお客さんにどれほど響くのかなっていうのは少しちょっと不安に思ってた部分もあったんだけど、いやでももう本当ラブコメ結構受けてるみたいで、そうなんだ。すごいアメリカのファンの人の熱狂を本当肌で感じてこれたんで、絶妙な距離感じゃない？正直和物のそうだよね。学園もののあっちからすると割とうずうずしそうなイメージがあるんだけどね。そうだよね。もっと行けよみたいな、男らしく行けよみたいな。みたいなね。でもやっぱ好きな人はいるみたいで、すごいお客さん集まってくれて、はいすごかったですよ。うちなんて言われてんの？向こうで。向こうで？内山。内山。どうだったかな？内山。コキ。そうだったかな。
おーそんな感じだったのそんな感じだったんだ。そう適当に流さないで今ね時差ボケなんで皆さんねうち時差ボケでそうだよねね大変だったでしょ。しかもいろいろあったんですよ結構聞いた話だと俺が LA 行った思い出アニメエキスポの思い出だとはい結構緩くてうんフリーでいろんな西海岸とか行けたの。めっちゃいいのそううんそれこそ手形のところとか行けたしいろあーんなところに行けたんだけどうちめっちゃ働いてて聞いたらいやいやそれちょっと観光もさせてもらったんですけど、うんちゃんと朝からしっかり働きました。あ素晴らしい。はい、石浜監督も一緒だったんで。そうだね、はい監督もねギチギチなね友達は行ったことないんだよ。私にも行ったことあってロスのアニメエキスポ何年か前に、うんそうその時にハリウッドっていうところでねあるねもう有名な有名有名なとこあるよね。あそこに行けたからもうすごい満たされた。あ満たされた。うんその時忙しかった。結構忙しかったの。お、父さんも働そうそういた。 2泊4日とかだったから。えそう俺より弾丸だよ。そうなの。やばいそうなのそれだから本当に行って帰ってから時差ボケ起こす暇もなく帰ってた。確かに日本の感覚のままだよね。そうそう2泊4日やばいね。でしょ機内泊があるってことだもんだって機内泊あった。のそう。なかなかだよ。なかなかだね。そう。 3泊5日からだと思ってた俺。私もだからみんなそうそうね聞くとそう結構行ってるから、うんあやっぱそのぐらいないとダメだよね。すげえ忙しい人みたいな私。いや忙しいよ忙しい人みたいになってるよね。本当に忙しいです。うんはいそんなまあね海外の人気も凄まじい。そう、その通り。嬉しいいやなんでございますけども、このラジオ、スタートしまして戦国が回しますということでいいじゃん。改めてね作品について簡単ですけど僕の方からちょっと説明させていただきます。はい。堀京子は美人で成績も良く学校ではクラスの中心的存在。ある日ネクラなクラスメイトの宮村は怪我をした堀の弟颯太を家に送り届けたことで堀と距離が縮まり堀をきっかけに同級生たちとも交流を深めていく宮村。みんなとつながることで鮮やかに変わっていく日々。そんな毎日は青春が詰まった超微炭酸系スクールライフとのことでしてあ超微炭酸系と言いつつもだんだん炭酸系にもなってきてすごいるイメージね。ですね。炭酸なシーンもあるよね。あるよね強炭酸なシーン。強炭酸なシーンはでも2人がねそう。紡ぎ上げていただけるということなんですけど、うんまずキャラクターの第一印象どうでした？堀井さんとか特に。森さんね、はいそうでも本当なんかこれ結構取材とかでもどうですかって聞かれたりする改めておん願いしますですけど、はい。なんか一言で説明するのが結構難しいなと。いろんな面があるから。なんかすごいもししっかり者だしこうお姉ちゃん気質だし明るいしっていうのはもちろん大前提であるんだけど、なんかこういろいろね特にピースとかになってからは、やっぱ堀さんの結構面倒くさい一面とかがナイーブだよね。そうそうそう思った以上に。思った以上にナイーブだったりさ、すごい嫉妬して引きずったりとか、なんかなんか宮村にちょっと罵ってほしいっていうのになんかこうね喜びを覚えたりとかいろんなさ堀さんの面白い部分が出てくるからなんかこういう子ですっていうのが一言で言うのがすごい難しいんだけどでも楽しいです演じてて振り幅が喜怒哀楽の振り幅が全部多感な時期だもんね。全部振り幅が広いあーすごい泣くしすごい怒るしうんうんうんすごい笑うからなんか豊かな人だなって思う。確かに。でも戦国からするとうんめっちゃ怖い人なんで。ずっとそうなんだよね。あーそうちょっとね天敵だから戦国とのシーンもね二人きりのシーンとかもあるじゃん。そう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 もう閉じ込められる回みたいな。そうはいピースになってからあるんですけどもいやそうそうそうそんな閉じ込められるシーンとかはそうもう猛獣が中にいるかのごとくのそうだよね。ず戦っとプル国からするとプルなんかビビってたもんね戦国。だから第一期で出会った頃とは全然違うテイストで2人で会話しててそうそうそう最初結構高圧的に戦国は俺さん言ってたけど戦国最初出てきた時はちょっと悪者じゃないけどそうそう主人公が頑張ってたちょっととんがってたよそうね。頑張って多分ねうん生徒会長全としなきゃいけないってねあー思ってたんだろうね。しかも周りの人もいたしあー確かにねもう部分の人っていうか生徒たちもいたしだからね頑張ってたんだよねきっとそこは可愛いとこだよねそう実はは全然ダメだったっていうのがね全然後ほどわかるんでねうんでそれぐらいパワフルな人が宮村の前だとシュンってなるっていうのがまたそうなんだよ。可愛いなって思いますけどね。そうだね恋愛モードの堀さんとなんかこうねあみんなのお友達の時の堀さんとまた堀家にいる時の堀さんとでまたねあーそうそうそういろんな面があるから、うんうんすごいピースはね幅広いシーンが多くてうんなるほど。楽しかったうんあーちなみにどこがやりやすいとかありますか？誰との絡みがやりやすいみたいな。あでもね今回は、うんやっぱお父さんとのあ喧嘩口喧嘩
ああ楽しかったなんか発散しないそれ。自分の中の何かも発散しないそれ。あ、いいね。そうせっかくなんかこうここじゃこんだけのセリフだと足りないかなっていう配慮って追加でね、なんかこういっぱい掛け合いのセリフとか書いてくださって、それも読むんだけどそれでも足りないみたいな早口になっちゃうからそうすごいねリアルだねでもね早口になるっていうのはね。そう早口になっちゃってね、あなんか意外と入っちゃったなみたいな伝えたいことがねいっぱいあるってことだよね。結構今回それがね楽しかった。なるほど。パパでいうとこっちもねパパがねそうだよね戦国家そちらの方も皆さんお願いしますということで、うっちぜひ宮村くんの宮村もねどんどん印象が変わっていく人で、一期の最初はやっぱりネクラなっていう説明もありましたけど、ちょっとやっぱクラスメートにこう仲いい人も少なくてっていうところから始まったんで、ちょっと暗いところから入って、でも堀さんと出会って、石川くんとか吉川さんとかと交流深めていくとどんどん違う面が見えていって、で見かけもね髪型とか眼鏡とかそのチェンジもあって、なんか明るい部分とか変人な部分がやっぱり宮村も見えてきて、なんかいきなりピント外れたこと言ったりとか、デリカシーのない発言とかも時折するので、やっぱそこはやっぱ宮村も振り幅なのかなと思ってて、その辺でちょっと暗いところからこう突き抜けた感じの変な宮村をどんどん出していきたいなって一期の時は思ってましたね。私語彙力が変わってることが多いなって思ってて、なんか2人で会話する時にプールでね、プールのシーンとかね、先生追い詰めるところとかはそれをなんかツッコミが難しい、なんかその言葉出るみたいな、そうああいうところとか結構工夫のしがいがあるキャラクターで、なんかだから本当やっぱ一言でやっぱ堀宮のキャラクターたちはどの子もそうなのかもしれないけど、なんかこういう子って言いづらいよね。なんか一面はこういう風にって言えるんだけど、でもなんかキャラクター登場人物絡むキャラクターが変わると違う顔が見えてくるから、中学時代の神道とかと絡むとすごい、なんていうか悪ガキっぽくなって、おいみたいな男子のノリみたいなのが出てくるし、なんかその辺でねどんどん切り替えが結構重要なキャラクターでしたね。なるほど、一番それこそ綺麗な宮村君で言ってあれだけど、繊細な宮村君を見れるのはやっぱ堀さんとの。そうだね。堀さんに対しても急にこう攻めのなんていうかラブい感じいきなり出してくるというかさ、出すよね。なんだろうあれっていうのは不思議、本当に急になんかなんだよみたいなドキッとさせるじゃんよみたいなさ、ドキッとさせるようなことをしたり言ったりするから、その辺のなんかこう急に刺してくる感じ、心をキュンとさせる感じを結構気をつけてやってますね。なるほど。この二人本当に面白くて、なんか多分天然なんだよねやっぱね。お互い天然な感じあるよ。だからなんかそれが見てて面白いなっていう、常識からは外れてる感じがしてる。いきなりそこを詰めれるんだっていう。俺だったらドキドキして女の子とかの距離感分かんなくなっちゃうけど、そうなの。もう分かんない。特に